こんにちは。間違いから学ぶ日本語作文の第1回目。テーマは自己紹介を書くということで解説していきたいと思います。まず、この動画のポイントとなる点をお話ししましょう。最初は文法ですね。どういう文法を使うかというと、X は Y ですというやつです。それから、助詞のの。そして、これは分かりにくいですが、文の最後につけるピリオドみたいなもんですね。日本語では小さい丸を使います。表現ですが、挨拶、自己紹介ですから、始めと終わりの挨拶はしっかり使いましょう。そして、やはり自己紹介なので、年齢、数を言えば、日本語はその後に助数詞というものがつきますから、それも学んでいきましょう。大学生の場合は、何年生という表現も必要になってきますから、それについても少し触れたいと思います。そして国籍、どこから来たか、どこの国の人かということも自己紹介の中に入れておいた方がいいので、これについても少しお話ししたいと思います。はい、文字です。もうひらがな、カタカナ、漢字、すべて使えるようにしましょう。例文はこんな感じで、漢字でこれは自己紹介、こういうふうに書きます。多分まだ難しい漢字かと思いますが、書けなくてもいいですので、これを見たら、あ、自己紹介だというのがわかるぐらいには、時々見ておいてください。はい。まず私が読みます。はじめまして。私はヤンです。私はオランダ人です。23歳です。アムステルダム大学の学生です。専攻は日本語です。1年生です。私の趣味はジョギングです。どうぞよろしくお願いします。短い自己紹介ですが、これで93文字使っています。今日はこの短い自己紹介文を使って、どこに気をつけて書けばいいかということを確認していきたいと思います。最初はこうですね。X は Y ですという、この文法の一番基本なやつを、これぐらいあちこちに使っています。第1回目ということで、できるだけシンプルな文を使って書いていこうということです。それで、英語にするとこういう意味になるんですが、気をつけないといけないのは、この X も Y もどっちも名詞でなくてはいけないということです。例えば、趣味について書いてますね。ここです。趣味。趣味はジョギングです。趣味。これは名詞です。ジョギング。これも名詞です。ということで、この文章は X の場所にも Y の場所にもどっちも名詞が入っているので OK です。この文ですが、趣味は食べるです。食べるは動詞です。動詞をこの Y のポジションに入れることはダメです。これはよく最初のうちやってしまいがちな間違いなので、一番最初に気をつけることとして、このポジションに動詞を入れてはいけないということを覚えておいてください。では次に行きましょう。次はのですね。英語の of にあたるようなものなんですが、こことここに使ってあります。気をつけなくちゃいけないのは、ここにある例ですね。私の友達。これ、英語にすると、友達とこの私っていうのがひっくり返りますからね。英語と順番が逆です。英語だけじゃなくて、他のヨーロッパの言語も大抵の場合そうだと思うんですが、この of にあたる前後の名詞、これの順序は日本語では逆になるので気をつけましょう。最初の頃は
私の友達ではなくて、友達の私というふうに書く人が結構いますので、ここも同じですね。ロンドン大学の学生。これをひっくり返して学生のロンドン大学としてしまう。気をつけましょう。次です。この最後のです。丸。これは本当によく忘れるというのか、ルールが分かってないというのか、いいですか？はじめまして。この挨拶はここで終わりですから、丸を打ってください。何々ですの後は絶対に丸。何々です。ここもね、です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 。最後はお願いしますですけども、ここで文が終わりましたというふうな意味になるので、文が終わったことを示す丸を打つようにしてください。コンマじゃないです。はい。次は自己紹介の時の挨拶です。自己紹介の時はですね、はじめましてでスタートしてください。そしていろいろ文章をつなげていきます。最後。最後はどうぞよろしくお願いします。これで終わる。いいですね。こういう形式のようなものなので、自己紹介を書くときには必ずはじめましてとどうぞよろしくでサンドイッチ状態にするというふうにしてください。はい。次は、いきなり難しいやつなんですが、日本語の場合、数を言った後に助数詞というものをつけなくてはいけません。これ今23歳、年齢ですね。23という数字の後にこの歳をつけることで、この23という数字は年齢を意味しているんだということがわかります。それで、こういうふうないろんなものに対してそれぞれ決まった助数詞というものがあります。例えば、車だとね、1台というものをつけます。車以外にも機械ですね。機械一般は台というものをつけます。鉛筆、細くて長いもの、そういうものには本という助数詞をつけます。この場合、2本というふうに言います。それから、これ本なんですが、本の助数詞は冊を使います。覚えておいてください。ということで、この1、2、3、3冊というふうになります。今度は薄いもの、薄くて平べったいものを数えるときは、数字に枚という助数詞をつけます。1、2、3、4、4枚といえば何か薄いものが4つあるんだということがわかります。よろしいですか？では次、学生さんにとって必要な表現ですね。数と年生。これも助数詞みたいなもんですね。1年生、2年生、3年生、4年生。こういうふうに言うことで、今、何年学生をしているのかということを表すことができます。それで、漢字で書いておきましたが、一つ気をつけないといけないものは、読むときにこの4ですね。ここは4年生というふうに読みますので、4年生とか言わないように気をつけてください。それと、1年生と長い音なんですが、もしひらがなで書くとしたら、いをつけないといけません。1年生じゃないのというふうに思うかもしれませんが、長い A は基本的にいを使いますので、ひらがなで書くときはじゃなくていを使ってください。漢字で書いてしまえばいいんですけどね。漢字で書けば、例えばこれをどう読むかっていうのは読む人の責任になりますので、そういう意味でも頑張って漢字覚えていった方がいいですよ。はい。次は国籍です。国籍、どこの国の人かということなんですが、もうこれはすごくシンプルに
国の名前、ね、国の名前に人をつけると、そこの国のナショナリティを持っている人という意味になります。非常に簡単で、オランダ人、ブラジル人、日本人、インド人、エジプト人、そういうふうに非常にシンプルに表現することができます。はい。ということで、この中で使われていたひらがな、カタカナ、漢字について少し見ていきましょう。ひらがなについてはですね、私の趣味は主の音は小さいゆになります。それから先行は日本語です。長いおの音なんですが、基本的にうを使います。おじゃなくて、おを使う場合もありますが、長いおという音は基本的にはうを使います。ここも同じですね。どうぞよろしくお願いします。どうなんですが、うを使います。それで、会話の時になると、こういった長い音、だんだん皆さん短い発音になっていくので、書くときにそれにつられて、どうぞよろしくとか、千個とかなどと書いてしまうこともあるかもしれません。そういう意味で発音もしっかり先行、どうぞよろしくというふうに気をつけるようにしてください。はい、カタカナです。気をつける点はこのんですね。わかりやすいフォントを使ったんですが、下が太くて上が細くなっている。これは書くときに下からヒュッと上に上げた線だということを表しているので、日本人がこれを見ると、んと読みます。そは逆です。点を打ってから上からピュッときますから、上が太くて下が細くなっている。で、それをそと読みます。このしも同じですね。下から上に上がっている。下が太くて上が細い。この線は下から上に上がっている。これはし。この場合、点々がついているからじですけども、逆につの場合は点々があって上が太くて下が細い。それは上からキュッとなったということを表しています。ヒュッと離す、シュッと下ろす、シュッと上げる。そういうところもしっかり書かないと、読む日本人はんなのか、そうなのか、しなのか、つなのか、わからなくなるので、しっかり書くようにしてください。はい、漢字。漢字はこれぐらいのものを使っておきました。ちょっと自信がない、読めないという人は、もう一度確認をしておいてください。最後に、今日お話ししたのは、教科書のこれぐらいのページのところに書いてありますので、よくわからなかった人は確認しておいてください。いかがでしたか？自己紹介文、漢字、つかめましたでしょうか？最初にお話ししましたが、この動画の内容に関する練習問題を用意してありますので、使ってみてください。また、今日のこの動画で見た自己紹介文の他に、もう一つ別の表現を使った自己紹介文の動画がありますので、よかったらそちらの方もぜひご覧になってください。より理解が深まるかと思います。チャンネル登録していただければ励みになります。皆さんのサポートよろしくお願いします。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。